ドに乗った気分は？大丈夫。水しぶきが跳ねて顔に当たって気持ちいいよ。はるかちゃんも普通に乗れてるみたいね。このままじゃ本当に私の心臓が大丈夫か試すだけの特訓になっちゃうよ。見てくれているみんなもお待ちかねだろうし、早速そっちも試してみましょうか。はるか、アイドルスマイルいただくわよ。わかった、任せて。さすがははるかね。このまま炭酸飲料の PR ポスターになってもおかしくないわ。コメントの反応も雫に負けず劣らずって感じだけど、みのり審査員的にはどうかしら。みのりちゃん？ごめん、心臓が止まりかけちゃってた。はるかちゃんって何でも似合うけど海が一番似合うよね。青いペンライトがいっぱいのステージにいるみたいで、水しぶきとか合わせてもほんと一枚の絵みたいで写真にして、大きく引き伸ばして額縁に入れて家の一番広い壁に飾って毎日おはようとおやすみを言いたいって思っちゃったよ。あ、でもそれってほぼはるかちゃんと一緒に暮らしてるみたいな感じになって。はいはい、ちょっと何言ってるかわからないけど、はるかのスマイルはみのり的に何点なの？もちろんしずくちゃんと同じ100億点だよ。わかるわ。とっても素敵な笑顔だったものね。それじゃあ次はみのりの番になるから、2人に負けないよう心の準備をしておかなくちゃね。そうなるよね。大丈夫かな。さて、それじゃあお待ちかねのみのりの番ね。2人のキラキラには届かないかもしれないけど、はるかちゃんとしずくちゃんの笑顔に元気をもらえたし、私も頑張ってみる。応援してるわ。頑張るみのりに一つだけアドバイスがあるんだけど。大事なのはアイドルスマイルだけじゃないから気をつけてね。アイドルスマイルだけじゃない？それってどういう？はいはい、おしゃべりはそこまで。みのりも準備できたみたいだし発信するわよ。はい、花里みのり、行きます。あれ、なんかバランスが。みのりちゃん、大丈夫？みのり。びしょびしょになっちゃった。なんで落ちちゃったんだろう。ちゃんとバランス取ってたはずなのにな。しずくちゃんたちも楽しそうに乗ってたのに。実は私も簡単に乗れてたわけじゃないんだ。そうだったの？じゃあもしかしてこのボートの特訓の意味って。みんな気づき始めたみたいだし、ネタばらしといきましょうか。アイドル活動は歌とダンスが基本、そしてそれを美しく見せるのがインナーマッスル、すなわち鍛えられた体幹よ。だから最初の特訓ではみんなの体幹が今どれくらいのレベルなのか見てみようと思ったの。だからこれは普通のバナナボートじゃないの。少し重りが入ってて体幹がしっかりしていないとドボーンと落ちちゃう作りになってるのよ。そうだったのね。なんで完璧にできた雫が驚いてるのよ。だって私特に何も感じなかったから、そんな仕掛けがあったなんて気づかなかったわ。もしかして雫はモデルの仕事で鍛えられてるから無意識に体幹が使えてたのかな。そうなのかしら。
確かにいい姿勢を維持するために体幹のトレーニングはやってきたけど。こうやってさらっとこなせちゃうのが雫なのよね。しずくちゃん、すごすぎる。ってことで、みのりはちゃんとインナーマッスルを意識しないとダメよ。練習でも体幹トレーニングはしてきたけど、まだ弱いってことが分かったでしょ。頑張ります。大丈夫だよ。トレーニングと食事に配慮すれば筋肉はちゃんとついてきてくれるから。効率のいいやり方が知りたかったら言って。例えば運動中って筋肉が分解されやすいんだけど、 EAA 必須アミノ酸を取るとそれが抑えられたりするんだ。私もこの合宿のために水に溶かす用の粉末を持ってきてるから、もし必要だったらみのりにもあげるね。ありがとう。EAA って初めて聞いたけど、はるかちゃんのおすすめならいっぱい飲みます。たくさん取ればいいってわけじゃないと思うけど、近くに優秀なトレーナーがいてよかったわね。そういえば愛梨はまだバナナボートをやってなかったよね。企画者だからってやらないわけじゃないでしょ。当たり前じゃない。もちろん期待に応えてお手本を見せてあげちゃうわよ。楽しみだわ。水が冷たいんじゃないかって思ってたけど、案外気持ちいいわね。さすが愛梨、体の軸が全然ブレてないね。やっぱりできないの私だけか。大丈夫だよ。要は体幹さえ強化できればいいんだから、合宿でそのトレーニングも頑張っていこう。はるかちゃん。花里みのり、頑張ります。頑張ってね、みのりちゃん。そろそろアイドルスマイルをしてもらう頃よね。カメラはこれで大丈夫かしら。しずくちゃん、逆さまになってるよ。私に任せて任せて。あら、みんなごめんなさいね。みのりちゃんにお願いするわ。はい、お願いされました。新米カメラマンのみのりです。今日は愛梨ちゃんの笑顔を激写しちゃいますよ。愛梨ちゃん、笑って。いいわ、聞くわよ。さあみんな、スクショの準備はいいかしら。愛梨ちゃん、すっごく可愛いよ。愛梨ちゃんらしくてとっても素敵だわ。まだまだこれだけじゃないわよ。どういうこと？あれってハッピーエブリデイの技、ハッピードハッピードボン？バラエティ番組でプールに落ちる時とかにちょっと面白いポーズをしてみんなを笑わせてくれるんだよ。しかもさっきやってくれてたのはカニを追いかける人魚姫のポーズだったよ。すっごくレアで人気なんだよね。いい子のみんなは真似しちゃダメよ。ちゃんとオチまでつけてくるなんて、さすがは愛梨だね。どうだったかしら。とっても良かったわ。最後まで面白くて。可愛くて面白いなんて愛梨ちゃん最強すぎるよ。それに最後が人魚姫のポーズっていうのがいいよね。最初のアイドルスマイルと比較するとどっか寂しいっていうか、
そういう物語性を感じられるのはさすがエリちゃんだと思ったよ。本当にすごかったね。あれは愛理にしかできないって見てくれてるみんなも言ってくれてるよ。うんそう言ってもらえるとやった甲斐があったわね。ちょっといいかな。結局今の特訓できなかったの私だけだから、そのリベンジの機会をいただけませんでしょうか。さすがに愛理ちゃんみたいなことはできないけど、ちゃんとアイドルスマイルができるようになるまで頑張らせていただきたいと思いまして。いいじゃない、その心意気は嫌いじゃないわ。やるからにはとことんまでやるわよ。妥協は許さないからそのつもりでね。花里みのり、全力で頑張らせていただきます。みのり、バナナボート特訓頑張ってたもんね。でも最後はアイドルスマイルもできてたしよかったわよ。何度もチャレンジしたおかげで体幹を安定させる方法も分かってきたんじゃないかしら。それはそうかも。お腹のとこがなんかピクピクして筋肉痛になりそうな感じ。みんなにそう言ってもらえるとすっごく嬉しいよ。正直ハッピードボンは真似しなくてよかったんだけど、そうね、目隠しをする人、喋れないけどサポートする人、声だけ出せる人、それぞれ役割があって面白かったわね。みのりが目隠しした時は大変だったね。私が喋れない役で雫とアイコンタクトして。みのり、だいぶスイカのあるルートから外れてきてる。私がサポートしなくちゃ。ってなんかこの辺いろんなところに穴があってデコボコしてる。歩きにくくするために愛理が仕掛けた罠だね。私は声が出せないから雫からみのりに教えてあげてほしいけど。雫、気づいて。はるかちゃんが何か伝えようとしてるみたい。一体何かしら。そういうことね。わかったわ。よかった。みのりちゃん、はるかちゃんがカニさんが歩いてるから気をつけてって。そうじゃなくて。目隠しをしてスイカまでたどり着くのがあんなに大変だなんて思わなかったよ。でもやっていくうちに連携が取れてきて最後はちゃんとたどり着けたんだよね。最後ははるかちゃんと目を合わせるだけでお話できているような気がしたわ。2人のチームワークすごかったよね。おかげで美味しいスイカも食べられてよかった。私も楽しんでもらえてよかったわ。でも愛理、こんな特訓よく思いついたよね。実は私が一から考えたものじゃないのよ。チームワークを高めるのにいいって言われている目的地移動ゲームっていうのがあるんだけど、今回の合宿はせっかく海だし普通にやるのもつまらないと思ってスイカ割りと合体させてアレンジしてみようと思ったの。そうだったんだ。シミュレーションはしてたんだけど本番でうまくいくかはちょっと不安だったのよね。でもバッチリやれてよかったわ。合宿の成果としてもここまでは順調って感じだね。
このままどんどん行こう。次の特訓は何かな？気合十分のところ申し訳ないけど、一旦特訓はここで終わり。配信も止めて少し休憩をもらおうと思うわ。ええ、別れを惜しんでくれるのは嬉しいんだけど、疲れた体で特訓をやってもいいパフォーマンスは出せないから、ちゃんと休む時間は取っていこうと思ってるわ。次は2時間後くらいに配信するから、また見に来てね。それじゃあ、バイバイ。配信お疲れ様。すっごく楽しかったね。でもたくさん失敗しちゃったな。いいじゃない。どれだかがたくさんあってよかったわよ。結構いい配信ができてるよね。みんなのコメントも盛り上がってるし、休憩後もこの感じで。みんな配信お疲れ様。あ、みくちゃん、それにみんなも？合宿が気になってみんなの配信覗いてたんだ。見てくれてるみんなの反応はどう？よかったらコメントを見せてくれないかな？もちろんよ。せっかくだからみんな一緒に振り返っていきましょう。